皆さんこんにちは。今回はダイソーの商品で本当に浮き釣りに使えるものを7つご紹介します。釣り具以外のあるものが流用できたので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目、シモリペットです。市販で売ってるものと同じで普通に使えます。市販品だとだいたい3個で180円で売ってることが多いですが、ダイソーだと4つで110円になります。で、だいたいこの商品は2、3回使ったらこの金具のところが錆びてきます。で、そのままでも使えるんですけど、10回ぐらいですかね、調光を重ねると、だいぶ錆びてきて、金具が潰れて浮きロストリスクが出てくるので、そうなると、新しいものに交換して使うようにしてます。だいぶお安いですね。これが一つ目。二つ目が、絞り玉です。これは市販品だとだいたい8個で180円。ダイソーだと12個入って110円になります。こちらの商品注意点がありまして、穴が結構でかいんです。この穴のでかさのせいで、浮き止め糸3号だと二重で留めないと釣り落ちます。こういう浮き止め糸、普通に穴を貫通してしまうので使えないんです。二重で留めてなんとか使えるかなっていう感じです。ただ二重になると浮き止め糸もったいないです。そもそもこの商品は、ダイソーさんはここに写真がついてるんですが、浮き止めゴムを使うことを推奨しているので、この穴のサイズだったのかなと思います。こちらですね、ダイソーで売ってる浮き止めゴムストッパー。これを使うようで、この穴のでかさで販売しているのかなと思います。ただ私はこの浮きゴムストッパー使わず、吹き止め糸を使うので、ちょっとこの商品は使いにくいんです。ただ用途としてはお安く買えるので、浮きゴムを使っている人にはおすすめです。ただ私の用途にはふさわしくなかったので、探してきました。これがこちらです。ガラスパール調ビーズ。40個入りで110円でした。絞り玉の代わりになります。穴が小さいので、浮きゴム糸が貫通することがなくしっかりと固定できました。また数も40個とかなり多いのでお得かなと思います。注意点としては、8ミリでサイズが大きいのと、カラーがパールになるので、目立ちにくいです。その2点が注意点になります。試しに3号のラインを通してみます。これ3号のライン通したんですけど、かなり細いので、浮き止め糸をしっかり固定できそうですね。浮き止め糸がずれることはなさそうです。動きもスムーズで、すごいいいと思います。110円で40個なので、1個2.7円ですね。4つ目が、繊維状ゴムテグスです。こちらは視聴者さんから浮き止め糸の代わりになるよと教えていただいた商品になります。で、この商品は20メートル入ってます。一般的な浮き止め糸、だいたい5メートルぐらいで180円するんですけど、20メートルも入って110円とかなりお安くなってます。少し、ゴムのように伸びるような性質になってます。ただ、ちぎれるような感じはなく、収縮性があって、実際にナイロンラインに巻いてみたんですけど、かなり絡みつくようにくっついて、全然ずれなかったです。注意点はカラーが白なので、目視しにくいという点があります。だいたい浮き止め糸は、このようにピンク色とかカラフルな色が多いんですが、こちらの商品は白色になっているので、少し目視しづらいです。実際に巻いてみます。
だいたい10センチぐらいでカットします。巻いていきたいと思います。今回は3号のナイロンラインに巻いていきます。ただ切れるような感じはなく、ナイロンラインに絡むような感じです。すごいですね、この商品。全然ずれるような感じがなく、しっかりついてます。今回買ったビーズの穴に通したいと思います。オキドメイトの 0.6 号から3号の商品に比べると、若干ラインが太いので、オキドメイトを装着したときに、間をすり抜けるような感じはないですね。結構ググーっと押しても動くような感じは一切ないです。実際の釣りでもかなり使えるので、皆さんもぜひ試してみてください。5つ目、鳩用プラカゴになります。こちらの商品は2個入りで9センチのものと8センチのもの2種類ありますが、大きな違いはないので、どちらの商品を買っていただいてもいいかなと思います。で、こちら市販品だと、だいたい2個で280円ぐらいするんですが、ダイソーだと2個入って110円なので、すごい安いですね。で、この商品は、飛ばしさびきの上かごに使ってます。冬場は防波堤の深場にアジがいるので、それを狙うときに上かごで投げさびきでこちらを使ってます。かご釣りにも使うことができます。かご釣りで使うときは、餌が網エビからオキアミに変わりますが、餌の出る量をひねって微調整できるので、使いにくいことはないです。頼り釣りにも使うことができます。で、こちらの商品使ってると、この商品に限ったことではないんですが、この金具の部分が錆びてきますので、あまりにも金具が劣化していたら交換した方がいいと思います。6個目が振り出し竿270センチです。以前、ダイソーの180センチのリールとセットになっているこちらを購入したんですが、今回270センチのものを購入してみました。180センチに比べると、ロッドが若干太くなってて、重量が180センチの方は119グラムだったんですけど、270センチの方は205グラムと重くなってます。姉妹寸法が62センチです。ガイドが、こっちの180の方を結構使ったんですが、全然しっかりメンテナンスしてたら錆びることがなかったですね。で、270センチの方もまだ買って2、3回しか使ってないんですが、全然錆びるような感じもないので、全然使えるロットですね。で、やはり800円と安いので、地面に置くことに抵抗がなく釣りができます。で、こちらの270センチの方は、お先がオレンジ色になっているので、置き竿で竿が曲がっているときに目視しやすい設計となっています。ただこの商品の難点
注意点は、先重りになってます。先重りっていうのは、ロッドを持った時に、竿先の方に傾くような重みがあるっていうことですね。180センチの時はそのような重みは感じなかったんですが、やはりちょっと大きくなっている点、その点、使いにくさを感じる方がいらっしゃるかもしれないですね。昔のシマノのホリデーパックに似ています。7対3の先上司で、今売られているものよりも若干重かったです。それに使用感としては似ています。適合重りが6号から15号で、大物にも対応しているので、飲ませ釣りにも使えそうです。7つ目が、サビキウキ8号です。これ欲しかったんですけど、ちょっと近くの店舗で一切在庫がなくて、まだ流通している店舗はあるんですけど、かなり遠方になるので、ちょっと買いに行けなかったのでご紹介だけしておきます。このサビキウキ8号、何がいいかと言いますと、市販のサビキカゴ、だいたい8号が主流で、それに対応した浮きになってます。で、サビキ浮きも10号とか15号、10号とか15号の結構でかいサイズに対応しているものをダイソーに売ってるんですけど、1号が 3.75g で、サビキ浮き10号だと 37.5g、15号だと 55g の重さになるんです。で、サビキの仕掛け1号とか細い仕掛けあったら 0.6 号とかの道糸になって、ちぎれたりすることが結構あります。重りは軽めの設定をお勧めしてます。ただ、2号とか3号で浮き釣りもしたんですけど、かなり軽い重りをつけるので、2、3匹の魚がかかった時に結構絡みやすかったです。なので、おすすめは8号のカゴを買って8号のサビキ浮きするのがサビキ釣りでは一番いいかなと思います。ちなみに現在サビキ浮き15号は在庫豊富で、10号がかなり品薄、8号も品薄となってますので、もし近くで見つけられた方はラッキーと思って買ってみてください。で、今回は7つご紹介したんですが、現在未販売のこのサビキカゴ、夏にかけてまた再販すると思うんですが、ただ個人的には私はこのカゴよりもこっちの蓋付きの方を販売してもらいたいなと思ってます。蓋付きのサビキカゴは浅い層に餌をばらまかずにそこまで落とせるので超過につながりやすいです。また餌の節約にもなります。電気機も500円ぐらいで販売していただけたらありがたいです。はい、今回の動画は以上になります。ご紹介した中でもっとこんな使い方があるよとか、他にももっといい商品があればコメント欄で教えていただけたらありがたいです。今回の動画が参考になったよっていう方がいらっしゃいましたら、高評価、グッドボタンを押していただけたら大変ありがたいです。また、週3から4の頻度でダイソーの中をうろうろして、釣りで使える商品がないかどうか、見て回ってます。新商品があればまたご紹介もしますので、よかったらチャンネル登録もしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。